はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の公式テレグラムおよびディスコードの方から僕の方で重要だと思ったものを抜粋して紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まず1月9日を期限とするのは信用できない、もう信用できないということでですね、先日エアドロップの配布日がね、また伸びるということで配信の方あったんですけども、それについてですね、がっかりしているということでコミュニティの方がね、発言の方されてます。で、コミュニティリーダーの方はですね、それについてですね、返答のしておりまして、この規模のね、分布、配布にはね、非常に多くの要因があって、その後のトークンガバナンス投票っていうのは言うまでもありませんと。で、トークンのエアドロップと広範な取引所の分散がより同期している場合、どちらがより、適切に調整されるのが理想的ですということで、つまりはですね、今回皆さんがね、平等に同じタイミングで同時に、トークンの方をね、受け取ることによって、公平性が保たれるということで、それをね、目指しているようです。で、そのためには取引所と調整する日付が必要ですので、1月9日ないしは12月あたりになるんではないかということですね、今回の配置の方をされてます。で、がっかりしている人もいると思いますが、一緒に乗り越えていきましょうということですね、付け加えております。で、続いてですね、配布は11月24日ですか、それとも2023年1月ですかということで、これね、10月のその先日の発表の後に1ヶ月後の取引所のフィードバックっていう話があったんで、それについてですね、多分11月24日っていう日付が出てきたんだと思うんですけども、実際はおそらく2023年の1月が濃厚じゃないかと。で、それより早まる場合はコミュニティに事前にお知らせしますとのことです。で、続いてトークンのエアドロップが1月より前に実施される可能性は十分にありますということで、1月に前になる場合もね、あると12月とかね。で、現在サポートする取引所の準備状況や、参加者が同じ時間枠で FLR を受け取れるかどうかっていうのを調整してますということで、これ実際にチームの方と、あとはね、コミュニティリーダーのトムさんもね、実際にやり取りして取引所とね、連絡を取って調整しているようです。で、例えばバイナンスでね、XRP を保有する参加者がすぐにトークンを受け取って、ビットルの方は2週間後に受け取ったら不公平ですよねということで、一例ということですね、配信の方されてます。はい、続いて人々は失望するのではなく、私たちが責任を持って倫理的にトークンを社会に提供する道を歩んでいることに感謝すべきなのですということでね、遅れているけども、ヒューゴ CEO はもう堂々としてね、皆さんに公平に平等に配ることを目的にしていると。ただ単純にね、もうトークンのエアドロップしたらあとはご勝手にっていうところではなくて、ちゃんと皆さんが平等に受け取るように取引所と調整してるんですよっていうことで、配置のされてます。で続いて、トークンエアドロップと同時に多くの人が売るので、売り圧が大きくなることを想像したことがありますかということで、これもね、ヒューゴ CEO と答えられてまして、私たちは市場コントロールしようとしているのではありませんし、それはできませんと。しかし、すべてのトークン所有者が同じスタート地点に立てるようにしますということでね、だから平等に配布すると。で、あとセルフカストディウォレットは来週配布されますかということで、トークンのエアドロップはすべての FLR トークン、取引所、セルフカストディに適用されますということですので、だから今回の日付っていうのは、自己ウォレットで保存している方に対しても対象になりますよっていう形になります。はい、続いてですね、私のまとめということですね、コミュニティのね、モデレーターの方が、今回のね、内容の方をまとめられております。まず、フレアネットワークは来週からベータモードに入る準備ができていると。で、続いてフレアネットワーク自体は、来週以降のトークンのエアドロップに向けて準備完了。だからフレアは配れるんですよと。で、すべての取引所が、トークンエアドロップから2週間以内に FLR を顧客にリリースする準備ができるわけではないということですので、だからフレアが配ってから取引所に配ってから取引所が今度ユーザーにね、数日ないしは2週間以内に配布できるところもあるようですが、全部の取引所はそうではないということですね。なら準備できてない取引所もあると。で、2022年の12月の FLR エアドロップとクイックリリースに、十分な取引所の準備が整えている可能性が若干あるということですので、だから12月に配れる取引所も中にはあるようです。で、しかし、最も公平で包括的なトークエアドロップの最適な日付は、2023年1月9日前後ですということですので、だから取引所がね、まちまちなんでしょうね。早く配るところと遅くなってしまうところ。で、そちらの調整によっては、エアドロップのね、日付っていうのが変わってくるんではないかなっていう形になります。
はい、で続いて、トークンはすべての取引所に同時に送られるべきで、それは全く同意しますと。でもそれであれば、取引所はいかに効率的である、効率的で顧客志向であるっていうのを示すべきでしょうと。もしどの取引所も時間がかかりすぎると、取引所のビジネスに支障をきたしますと。あなたは過保護すぎるし、市場はそのように機能しないと思いますということで、だからみんな同時に配ろうとしてね。それだったらビジネスをね、意識するんであれば、取引所はなんとかね、他の取引所よりも早くね、トークンを配布しようっていうね、競争が生まれるはずだと。だからそれをね、調整するってことは、過保護じゃないですかっていう質問ですね。で、取引所の配布に時間かかるとエンドユーザーにも迷惑がかかりますと。私たちはそれを少しでも軽減しようと努力していますし、ご意見ありがとうございましたということで、だから取引所目線というよりはもうエンドユーザーですね。私たちが、実際に、もらうことに対して誤差が出ないようにね、そちらの方に視野を置いているって形になります。はい、続いてこの取引所の調整を、担当するのが仕事の人がいるのでしょうか、いつからいるんだろうということで、これ先ほど話しました通り、私たちのチーム全体がそれに取り組んでおり、その一部には私も含まれてますということですね。トムさん、答えられてます。で続いてスピンアップされたバリデータの数に基づいて FLR は10月末から11月中旬にライブになるライブっていうのは実行されるっていうところですね、印象を受けました。これはまだ事実なのか、それとも延期されるのでしょうかということで、新しいブログの中にバリデータの移行についてのセクションがありますが、そのプロセスはもう始まっていると。で、今のところ非常に安定していて、その進捗のために、来週からベータモードに移ることができるんですということですね。解説もされてます。はい、続いて、取引所が10月から11月の目標日を知っていて準備ができていない場合、1月になってしまう自信はありますかということで、やっぱり1月なんですかねっていうところで、というのも私たちはすでに短期間で彼らとの関係を進展させてきたと。で、ただ中には非常にこだわりの強い方もいらっしゃいますの。これ取引所のことですよね。ですので、他の方がすでに有利なスタートでネットワークを活用している間にコミュニティのかなりの部分が、傍観することがないようある程度我慢していますということで、このコミュニティというのはそのこだわりの強い取引所のコミュニティのことかと思います。だから、こだわりが強いおかげでその取引所ではまだ配れないのに、他ではね、もう配られちゃってどんどんフレアが進んでいってるといった形だと、そのこだわりの強い取引所のユーザーっていうのは、傍観することになってしまうので、そういったことはね、ないようにしたいと。だから取引所によっては多分セキュリティとか非常にこだわってる取引所があるんでしょうね、中にはね。取引所の力っていうのもね、いろいろ異なってくるかと思いますので。はい、そういったところになります。で、66% がすぐに達成されない場合、1月14日の投票が行われると提案にまだ記載されているのでしょうかということで、これ以前参照した、1月14日の日付または何であったかはもはや関係ありません。これちょっと驚きましたね。僕の翻訳が間違ってなければ、こういった形になるんですけども、前回はね、トークンの配布の66% が投票可になるか、もしくはそれがね、早く行われなかった場合は1月14日って日付がね、決められてたんですが、今回ね、その1月14日っていうのはなんかなくなっちゃったみたいで、ですので 66% が迅速に配布される必要があるってことですので、だから取引所は同時に配ってね、同時に配ることができればすぐに達成できるかと思いますけども、90% がね、取引所ユーザーっていうことですので、だから取引所との調整が必要かと思います。はい、続いて、月曜日フレアベータ版になります。これは何を意味するのでしょうかということで、これは、バリデータの責任の大部分を、専門のインフラストラクチャーのプロバイダーに渡すことで、ネットワークが必要な分散化を達成したことを意味しますと。で、これは実は祝うべき重要なマイルストーンなのですが、残念ながらより広いコミュニティではほとんど気づかれてませんと。だからステップアップですね。もうすでにもうバリデータが始めてたっていうね、重要な中間目標をね、達成したということになります。で続いて、トークンエアドロップの前に、フレアがベータ版に入ることの意味は何でしょうかということで、似たような質問になりますが、ベータ版は十分な数のバリデータがプロのインフラ提供者に引き渡されたことを意味しますと、今回ね。で、今度は、プロのインフラから FTS を自身、サービスプロバイダーにバリデータを引き継ぐ最終的かつ、段階的なプロセスを意味しますということで、まだね、プロの十分にね、運用経験のある方たちがやってて、それが今回のベータ版で、これから最後に FTSO に、バリデーションを引き継ぐと。その後、皆さんがね、デリゲートとかできる FTSO にね、デリゲートできるようになるような最終プロセスがまだ控えていると。
で、続いて、トークン配布イベントに関する、最新のニュースは、確かに、大きな失望をもたらしますが、これは最も公平な方法であり、ネットワークの経済を健全に保つのに、役立ち、大多数の保有者に公平な立場を提供するものですということですね。ライト FTSO の方がね、配信の方されてまして、フレアさんの方ね、フレアネットワークがリツイートしてました。ですので、今回ね、この調整っていうのがね、なかなかね、僕も過去ね、見たことないんですよね。取引所ごとに配布されて遅かったり早かったりって、SGB、ソングバードの時はね、それが起こって、不平等なところはあったんですけども、でこの平等でちゃんとしっかり調整して配布されることによって、市場がどのように動いていくっていうのはね、ちょっと楽しみに見ていきたいと思います。はい、で続いてですね、こちら、フレアプロジェクトっていうところですかね、このアカウントも、フレアの方がね、リツイートしてたんですけども、昨年の SGB のエアドロップを思い出してくださいということで、どのようなことがあったかというと、取引所の配信が遅いため、ネットワークに参加できずに FTS の報酬を得ることができない人もいるという不満も同様に報告されましたと。で、管理されたエアドロップっていうのは、流動性を管理するのに役立って、すべての参加者に公平な競争の場を提供しますと。ですので、またね、今後どのように進んでいくのか見ていきたいと思います。はい、で続いてですね、なぜチームはエアドロップの日程を言い続けて、その後いつも延期するのかということですと、110% 準備が整った時点で日付を入れればいいだけなのにということでね、延期ということで、なんでそういったね、日付を確定しないまま進んでいくのかということで、これに関してはトークンの配布は可能なんですが、一部の取引所ではもう少し時間が必要です。だからフレアは配れるけど、一部の取引所で時間が調整必要と。で、ここ数年多くのことが起こり、多くの取引所がさまざまな挫折を味わいましたということで、だからこれ多分セルシウスとかね、最近破綻しますよね、取引所。だからそういったこともあるので、セキュリティとかやっぱね、だいぶ注目されてるんだと思います。で、フレアと取引所の両方によって正しく行われる必要があって、特に今ですね、プロジェクトの立ち上げを成功させるには、ネットワークのセキュリティが最も重要であることを言うまでもないことですということで、取引所の調整にね、まだちょっと時間が必要だっていうところですね。で、続いて 100% の取引所が全て揃うのを待つのか、60% くらいが揃うのが妥当なところなんでしょうか。もし 100% 全部が揃わなければ、無期限に延期することができますということでね、完璧を目指してるんですかということで、それはまだ共有されてないと。もしチームが制限を決めたら追って発表されるでしょうということで、だから 100% 揃ってから進むのかっていうところはね、また見ていきたいと思います。ほとんどの人は FLR チームに失望しただけですと遅延が繰り返されるため、人々は FLR チームを信用していませんということで、これもね、そういった意見がありまして、フレアが行っていることのおかげでチームをより信頼する人もいますと。ネットワークが安全で分散化されていることを確認して、これほど多くの人々のウォレットにトークンを入れるためにこれほどですね、懸命に努力しているプロジェクトは、私は知りませんと。これは単なる返信して3人の友達にリツイして100トークンを取得するといったローンチではありませんということでね、引用されてますが、よくね、プロジェクトでね、リツイートしてくれたらトークンプレゼントみたいなツイッターとかでキャンペーンやってますが、そういったものではなくてね、しっかりと進んでいるということで、だから人によってね、いろいろ考え方はあるかと思います。すぐに配布されてほしいっていう思っている方もいるかと思いますし、こういったしっかりね、セキュリティとかね、全て調整して、配ってくれる方がいいっていう方もいるかと思います。なかなかね、こういったことを、手間ですからね、こういった取引所と調整したりするっていうの自体がね、人それぞれの意見があって、しかるべきかなと思っております。はい、続いて最後ですね、配布に必要な要件の進捗状況を発表してくださいということで、現在の進捗ですと、取引所の対話は1月のトークンエアドロップに向けて進行しているようです。1月に焦点を当てているようですね。ということですので、まだね、先日トークンのそのエアドロップに関して情報出てきたばかりで、ざっとね、僕の方で、こちらのね、話をまとめてみました。今、だからそのエアドロップの話ばっかしかね、コミュニティの方出てませんので、ファーセットはあと少しかな。ですので、僕の方ではね、毎日フレアの方、情報の方をまとめております。できるだけ動画の方もね、毎日アップできるように頑張っておりますので、よかったらね、また次の動画も見ていただければと思います。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。